久しぶりにですね LCG マシンをリビルドしましてミッキーロックに行ってきました。今回はねその時の様子をちょっとお届けしようかと思います。G スピードの V3 シャーシですね。2021年の1月に購入した、僕が初めて導入したね LCG シャーシレールですね。それがねずっとねばらしてシャーシレールの状態のままですね飾ってあったんで、やっぱりねちょっとねもう一回組み直したいということで、余り物のねパーツを寄せ集めてですね組み直しました。総重量 1.6 キロっていうですねめちゃくちゃ軽量になりましたね。バッテリー入れても 1.9 です。もちろんボディ付きで結構これいくんじゃないかな、走んじゃないかなと思ったんですけど、結論から言うとねなんかダメでしたね。全然ダメってわけじゃないんですけれども、思ったような走りはしてくれなかったですね。こんなね足上げ性能いいなぁなんてねこの時は思ってるんですけれども、ぶっちゃけ足上げがねすごいからって、エクストリームなコースでですねがっちり走るかっていうとそうでもないもんでして、やっぱりですね重心ですよね。ある程度の重心っていうのは必要なのかなと思います。重心というかその荷重ですね。下ね地面に対しての、荷重、グリップが弱くなっちゃうんでね、いいタイヤ履いてても。でパワーワゴンボディはねこれ昔やっぱりねこの LCG、G スピード導入した時に買ったパワーワゴンをね塗り直して、大きくカットしてですねありがちな LCG ボディになってますね。これはこれでやっぱかっこいいですよね。中身はですね 9i モッドのAM32ESC ですね、ブラシレスモーターとのコンボで6000円以下ぐらいで買えるやつ、コスパのいいやつ、これをね初めて、導入してみたので、これにねシェイクダウンって感じでつけております。走ってみた感じいいですね。セッティングすれば要はギアボックスのギア比とかねスパーとかピニオンのギア比によって低速走行させるとねかなり発熱するんで、その辺はねセッティングの数値を変えれば、なんとかなりました。僕の場合は今紫のこれはねチームガレージハックの2ドットロータイプのね ESC です。こっちはね CX102 タイプの ESC ですけど、やっぱりねこの D1RC のこの超コンパクトミニギアボックスめちゃくちゃちっちゃいですよね。それがねちょっとやっぱねスピードコントロールにちょっと難あったかなって気はします。アクスルはですねアキシャル XCX103 のストレートアクスルを採用しております。サスペンションもそのキットについていたものですね。サーボはリー製のですねすげえいいやつ使っております。リンクとかねドラシャはですね、手持ちのものでなんか組み合わせてですねやってます。エレメントのリンクかなあれは。タイヤはトヨタじゃないやプロラインハイラックスのですね、新品のやつですね。昔 ATs 買ったやつですね。今ねこの机の上でねこの超微速走行を楽しんだりはしているんですけれども、さすがにですね現場でねこんな微速で走らせることないんですよ。なんであんまりね微速言うのもあれかなと痛感しております。微速これやるとねやっぱりね熱持つんですよ。どうやっても早く回転させても熱持つけど、この超微速もですね ESC にすっごい負荷かかってるので、熱持ちます。さっきも言ったようにね設定でね数値変えればその辺は回避できます。何かを犠牲にしてるんでしょうけどね。ということでですねこちらのマシンでミッキーロックに行ってちょっとテストしてきたので、その紹介をこれからしようかな。はい、さっきと同じセッティングですけれども、サンセルのね 450mAh のバッテリーを積んでおります。なんかやっぱギア比がですね高いんですよね。モーターがすごくねゆっくり回るとは言ってもですね、やっぱね元々のギアボックスのギア比が高いんですよ。
でしかもこれストレートアクセルでしょ。ポータルアクセルだとポータルギアの部分でさらに減速されるんでいいんですけれども、ストレートアクセルでねこの D400C のギアを使ってるとちょっとなんかコントロール性に難ありかなっていうのはちょっと気がしましたね。でミッキーロックのね初めの難所ですね。難所っていうかね、意外と難しい場所、ここはまるともう絶対クリアできなくなっちゃうんですけれども、ライン取りなんですけれどもね、あそこさっきね久々だったんでね、もうライン取り忘れてまして、あそこクリアできなかったですこれで。ここのねスポットもですね、これもライン取りは1本しかないんですよ、僕の知る限り。でもね無理でしたね、ここもね。ほらもうねそっくり返りそうになっちゃうんですよ。これはねやっぱねフロント荷重が足りない、軽いからでもいいってもんじゃなくて、やっぱりねある程度のフロント荷重が前にないと前タイヤがね路面にグリップしないんですよね。あとリアのねサスペンションの柔らかさとかスプリングのレートとかね、その辺もきっとあるんでしょうけれども、ドゥループとかにしてねやればもうちょっとねいいのかなと思いましたけど、やっぱりなんとなくね全然セッティングこれ決まってねえじゃんって走らせながら感じてました。ここなんかもねハイラックスだし何の問題もツルツルいっちゃうはずなんだけれども、実際にね別のマシンだとここなんてことなくも登るんだけど、やっぱりねマシンが軽いんですよね。軽いからほらちょんちょん跳ねてたでしょ。そういう感じでですね、なかなかおやおやという感じでした。ここは本当の難所の一つですけれども、ここはもう到底無理だろうなと思ってましたが、やはり無理でしたね。これね右手でカメラ一脚にねくっつけて左手で片手操作でやっているんで、言い訳ですけれどもね、両手でね微妙な操作させながらだともうちょっとうまくいったかもしれないんですけれども、それにしてもねやっぱり重心バランスが決まってないの全然ダメだなっていうのは見てお分かりかと思います。それにしてもこの日ハイラックスが食わなかったな。ハイラックスのせいなのかやっぱり重心なのかなって気もしますね。それは置いといてですね、LCG はやっぱりですねこういう壁があるじゃないですか。壁を越えようという明らかなね目標ができるんで、そこはやっぱ楽しいですよね。次このマシンをですねもうちょっとカスタムして今度ここクリアできるかなっていうですね、そういう楽しみ方ですね。ツーリングカーでですねタイムを競って1秒縮まったとかね、そういうやっぱり目に見えてね何か成果が出るタイプのカテゴリーなので、やっぱり LCG はいいですね。ここもねこれいけたんだけども、やっぱりねこんだけの見てくれのマシンなのにこんなに苦労してるのはやっぱりねダメですよ。ここもほらすごい今のね感じとかも安定してないよね。ただねやっぱり軽いマシンって下りの時にいいですね。重いとねこれねやっぱねズズズズって落ちてっちゃうんですけれども、転んでんじゃん。